ああ、間違えた。どんだけ指を早く動かすことが大事か、よくわかるソルブでしたね。ないんだけど。何やってんの T だよ。焦り T パーム。よくあるね。皆様こんにちは。いつもありがとうございます。今回ですね、前回のように、早く回すためには第2弾ではないんですが、今、私が実践していることで、とっても良かったこと、そしてこれで年内、あと6ヶ月しかないですけど、13秒ぐらいを目指してみようかなという練習方法を、紹介しようと思います。今回の動画はそんなに長くないので、こういう練習方法があるよという感じで、よかったらご覧になってくだされば幸いです。で、何をやってるかというとですね、F2L を入れるとき限定の話です。F2L を入れるときに、こうしない。こうしない。以上です。で、例えばなんですけど、相方がここにいたとします。で、ここに入れたいっていうときに、別にこのホームグリップの状態で、1、2、3っていう風に左の指の押し込みで入れるってこともできるんですけど、ここに入れるときとか、反対側にこっちに入れるときって、こうやった方が早いですよね。親指を上にポンってやって、こうやってやった方が早いんですよ。なので、この背面スロットとかに入れるときっていうのは、こういう持ち替えですね。っていうのは、自分の中のルールですよ。やっていいという風にしたんですけど、これ、私めちゃめちゃ使ってたんですよ。簡単に言ってしまうと、ホームグリップの状態で回し続けるということをめちゃくちゃ意識して練習して、今ね、私はもう12秒とか11秒のその出ないんで、たまたまいいタイムが出たんですけど、ようやく1週間ぐらいですかね、かかって、もうこれグラフ見ればわかるんですけど、結構ね、タイムギヨーンって上に上がってたんですよ。例えばなんですけど、今までセクシームーブで I 型 T 型を作って、セクシームーブで、要はこういう持ち替えを一回してから、この状態からこういう持ち替えをして、こういう動きをやってから、こんなやって、こうやって入れるみたいにやってたやつを、こう入れてるわけですよね。このセクシームーブの動きと、この動きって一緒なんですよね。1、2、3。これの、この動き。この動きが、0. 何秒なのか1秒なのかわかんないですけど、この動きをやらないことによってですね、2ついい点があって、1個目は当然この 0. 何秒の持ち替えというのが必要なくなる。タイムロスがなくなるっていうことと、あとそれに合わせてなんですけど、ホールド崩れないっていうことがあるんですよ。やっぱね、一回こうやってやっちゃって、でも、ホームグリップ難しいですね。どうなんだろう。でも基本的にはやっぱこういう感じで持つのがホームグリップだと思うんで、ベースがこう持ってスタートしてるって人あんまりいないと思うんですよね。やっぱこういう状態でどうしようかなって探して、例えば必要な時に応じてこうやってやるっていう人はいると思うんですけど、F0 の時はね、今みたいに、タイムロスということを考えるのであれば、これはね、やらない方がいいんじゃないかなっていうのがあります。で、やっぱりグリップが崩れる。ここは崩れるんですよね。なので私は自分で回していて、自分で回しているのを見てたり、例えばこうやって動画を撮った後に自分の動画見てみたりした時に、回すの下手くそなんですよ。こいつ回し方汚ねえなって思いながらいつも見てるんですよ。なんですけど、なぜかなって思った時に、上手な人って無駄がないように見えて、何が違うのかなって思った時に、ほぼほぼなんですよ。ほぼほぼ。J パームさんっていう海外の方みたいな、すごいトリッキーな回し方する方は、いろいろやるかもしれないです。こうやってやって。こうやってワイドで上げて、普通 L 入れたりとかあるかもしれないんですけど、上手な方ってね、ほとんどこの状態で回してるんですよ。こういう感じで。なので、F2L をやるときに親指を下に持っていかないというのが、まず1点。時間短縮になるよと。グリップ崩れないよと。で、2つ目、すごくいい点が、ここがね、むっちゃ見やすいんですよ。ちょっとわざとやりますね。一回親指を下にしてしまうと、こういう状態になるわけですよ。一回目隠し状態になっちゃうんですよね。こんなに持たないですよ。実際こうなんですけど、ちょっとね、上面がちょっとこの辺とか隠れて見にくくなっちゃうんですよね。ですけど、このホームグリップの状態でこういう動きとかでやってると、すごくね、この有面が開けてる感じで、ペアがね、見つけやすい。
こうやってぐる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  F2L を入れるときに動かしてても、なんかよりこう目に入ってくるっていう風になるので、なんかね、パーツが見つけやすいっていうのがあるので、この2点の理由から親指を下に持っていかないという、私それだけです。もうこの2つだけ。左手でこうやらない。右手でこうやらない。それで F2L を入れていくということをやっているんですが、これね、めちゃめちゃいいです。ホームグリップのまんま回し続ける。いや、そんな当たり前だよと。とか、あとはもう元々回すのが綺麗な方とかは、多分意識をせずに、いちいちこうやって持ち帰るんじゃなくて、こうやって入れた方がいいじゃん、みたいにやってる人っていっぱいいると思うんで、もう OK。それで OK だと思います。私は自分の回し方がめちゃめちゃ汚いと思ってる人なんで、なぜかなって思った時に、あ、こうやってめっちゃ持ち替えてんじゃんっていうのに気づいて、なるべく親指をここに当てたまんま。で、今さっきみたいにここに相型とかがある時にここに入れたいっていう時は、こうの方が早いんで、その時だけは OK と。この状態からこれにして OK というルールは設けてるんですけど、どんな形であれ、F2L 最中は絶対親指を下に持っていかないというのをやるとですね、意外にできちゃうんですよ。今ちょっと1個入ってますけど、じゃあオレンジ緑ここにいますね。でオレンジ緑がいるときにここでこのまま、今までだったら私これでこうやって持ち帰ってたんですよ。持ち帰ずにこの状態でやるときにこういってここに乗っけますね。ほいほいほい、相型できてます。で手前に入れちゃうと。で例えばもう青赤とか、なんかいろいろこう青オレンジみたいな感じでこうやって見えるんですけど、私普通にソルブしてる時もこんな感じなんで、もうあと情報なんもないです。なので、とりあえずこっち行くしかないんですけど、とりあえずこう持ち帰った時に、ここに青赤がいるから、じゃあこの状態で、はい、ホームグリップのままいきますね。特にこうやってセクシームーブとかやらないです。セクシームーブをやらないっていうか、こういう持ち替えをしません。こういって、相型作っちゃいます。で、ぶち込む。親指ずっとここにいました。親指ずっとここです。で、一番最後は、オレンジ青はここかな。ここにいてくれるので、下手くそだね。本当はこの状態でこうやってできるといいんだけどね。ゆっくりだから、この状態でちょっとカッコつけてやりましょうか。ここで、こう持ってきて、相型を作る。で、ここの奥にぶち込むと。こんな感じ。一回もこういう動きやらなかったんですよ。もう一回だけ。もう本当にこれだけなんです。特にいつも通りなんか長々話すとかそういうことではなくて、本当にもう親指を下に持っていかないっていうルールだけですね。もう本当にそれだけなんですけど。で、クロス合わせます。今目の前にこいつがいたので、もういるね、ここにね。こんなん発見できないよ。もう俺ここから入れちゃうから。今ゆっくりやってるんで、じゃあこれから入れましょうか。こいつね。こいつをここに入れます。ここに入れるんですけど、この時は、裏側に入れるやつなので親指を上に持ち替えるっていうのは OK というルールにしております。これを入れます。オレンジ青が入りました。で、一応赤緑がここにいてくれてるんで、この子もここに入れちゃいます。はい。で入ったら、この辺にね、やっぱりね、なんとなくね、赤青があるっていうのは分かってなかったんですけど、ないんで、赤青ないんで、で、ここが青なんで、もうこれ赤青かなというのが分かったんで、こいつを、私出してもいいし、こっちでもいいんですけど、私この場合だったらこう入れちゃうかな。とりあえず、ホームグリップのまんま、この乗っかってる形を、こう入れますね。ほい。で、最後にここにいます。ここにいるので、私もね、これこうやっていちいち持ち替えちゃうんだけど、こうやって、このままね、ここにいる子を、ほい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 ですね。この動きをやるときも私は一回こうしてたんですよね。こうやって普通にセクシームーブで入れたんですけど、ほいほいほい。この状態です。なので、私はこういうふうに親指は上に引っ掛けていい。背面スロットに相型をぶち込むときはこうやった方が早いからという理由で、これは OK としてるんですけど、これはね、マジで必要ないです。親指を下にするっていう持ち替え。これを減らすだけで、今の2点。持ち帰る 0. 何秒ぐらいのタイムロスがなくなる。だってこの状態でもう1っていけるのに、もう今わかりますよ。1ってこうやって1、2になってるんですよ。もう一度です。持ち替えをしますね。1、2、持ち替えをしない場合、1、
全然違うでしょ。これの積み重ねなんですよ。たった4箇所しかやらないかもしれないですけど、まあでも4箇所って言っても、例えば IT 化をして入れるっていうので言うと、8回何かをやるんですよね。IT 化をして入れる、IT 化をして入れるって考えると、8回何かしらの動きを、まあ最大でやることになるんですけど、その8回のうち、じゃあ4回ぐらい、この1っていう無駄な持ち替えが、1ってこうやって入ったとしたら、まあちょっと極論ですけど、4秒無駄してるわけですよね。このキューブが動いてないのに1秒無駄にしちゃってるんですよ。っていうふうに考えると無駄だよねと。でやっぱりこうやって持ってる時の方がやっぱ安定してこう回せるんですけど、やっぱねこうなることによってね、回し終わった後にもう一回こう戻ると親指の位置とかもこうずれたりするし、当然こっちもなんかこうずれてるんですかね。あとはね見た目が悪い。本当にね上手な人たちのやつを 0.25 倍速とかで見ると分かるんですけど、回し方が洗練されててですね、すごく綺麗なんですよ。で、なんでかなって思ってよく観察してみると、やっぱそういう無駄な持ち替えがないというのがありますね。だから今こうやってほら、こうやって1ってこうやって持ち替えちゃうと、これなんて持ち替えないで相型にできるのに1ってこうやって持ち替えちゃうと無駄なのでぶち込む。で、緑赤、今ここにもう相型できちゃってるんで1でぶち込む。ごめんなさい T 型でした。でここに緑オレンジがいるから、これも1で作っちゃってぶち込む。でここにいるのでぶち込む。この動き1回もやってないんですよ。この動きを1回もやらずに入れることができるので、なのでまあ本当に自分ルールでいいと思います。私はちなみに最後のスロットインで入れるときにどの形だったっけな、こういう感じの形の時になんかねちょんちょんみたいな感じでやるのが嫌なんで、この時はね OK にしてるやつが1個だけあります。なんかねダブルトリガーでこうやってこう入れれるやつが確かあるんですよね。なんだろうな、なんかの F2L がねそういう感じのやつがあるんですよ。なのでそれだけはこっちのこうダブルトリガースロットインみたいな方が早いんで、なんかねどの形だったっけ、黄色面は横向いててここに埋まってるやつの形がこうやってこう入れるみたいな感じのやり方のF2L があったはずなんですけど忘れちゃったな。あとねこの反転してるうっとしいやつ、これ私はこう入れてたんです。 U2 押す U2 押す、ここにできてるやつを123で入れてたんですけど、これもねまあこういう持ち替えがあるじゃないですか。これねめっちゃ楽な方法あるんですよ。回し方は一緒、持ち替えをしないだけ。これです。いきますね。なんか楽じゃないですか。なんかダブルアンチセクシームーブをやってる感じ。こういう感じ。これだけいきます。持ち上げて U2 ほいほいほい。これ結構良くないですか。私はいつもこうやってたんだけど、これはまあでも私左手のダブルが下手なんで、まあちょっとあまり上手には回せないんですけど、ちょっと楽そうじゃないですか。こんな感じで持ち替えをしない。まあ持ち替えをしないというか、まあ親指を下に持っていかないという感じでやってあげると、回すときに引っかかりが多いと感じている方はやってみるといいと思います。で、まあ実体験の話なんですけど、やっぱねタイムがこうある程度速くなってくると、例えば、一番代表的なのはカラーニュートラルですよね。私 CN できないんですよ。もともと白下だったんですけど、今白下も多分 1.5 倍ぐらいかかっちゃいます。なんか右と左の色が違うんでなんですけど、タイムが速くなってくればくるほどやっぱその CN とかって結構難しくなってくると思うんですね。でこれも同じで、やっぱタイムが速くなってくればくるほど回し方を矯正するって結構難しいと思うんですよ。で私どうかなと思ったんですけど、1週間ぐらいで戻りました。今でも戻りましたって言っても今 17.57 とかひどいタイムになってるんだけど、グラフを見ていただければ分かります。この辺かな、この辺ぐらいでギャーって上がっちゃったんですよ。で見てください、結構ギヨーって落ちてるんですよ。で
これ昨日の夜中ずっと回してるやつなんですけど、なんかこの時はね、もういろいろガンの12とか、まあ今ガン12とかですけど、ガンの12とか GTS2M とか、あとモーユのシンジ君とか、あとは V9 とか引っ張り出してきて、ああでもね、こうでもねとか言いながらキューブ触りまくってたんで、もう今すげえひどいタイムになっちゃってるんですけど、17秒何歩とかひどいタイムになってるんですけど、ようやくね、ちょっと戻ってきたんですよね。まあ私の下手くそソルブを見てもしょうがないと思うんですけど、まあ一応ちょっと2、3回ぐらいソルブをしてみて、まあこんな感じよというのを実践して今日の動画の締めにしようと思います。まあね、私がキューブの解説動画とか、こういうソルブの動画とかを出さないのは、もう上手な人のやつ見た方がいいに決まってるんだから、私の下手くそなのなんて見たって意味ないのよ。なので、私は今更キューブの解説動画とか、PLL とか OLL の回し方とかそういうの出さないんですよね。出しても意味ないと思ってるんで。なんですけど、まあ、あくまでね、今までのソルブの動画っていうのは、ピントが合ってないね。今までのソルブの動画っていうのは、まあちょっと V9 のやつとか、他のやつでも出てると思うんで、まあ見ていただければわかると思うんですが、結構なんていうんですかね、ちなみに回すの超遅いです。あと、セクシームーブで行くときとかって、ここのコーナーパーツがこっちにこう出てくるってイメージなんですけど、なんかね、こうなるとね、なんか、なんだろう、手の位置も違うし、ここに T 型とかできてるのに、なんかね、間違えちゃうんですよ。この T 型をこう押し込みで T 型作って戻して押し込みで入れるみたいなことをやればいいのに、なんかね、ちょっとね、最初頭バグるんですよ。で、そのバグが今まだ抜けてないです。なので、なんかとんでもないところに F2L 突っ込んじゃったりすることあるんですけど、まあまあ、よかったらご覧になってみてください。ちなみに指のスピード、笑っちゃうかもしれないけど、これマックスで動かします。めっちゃ遅いですからね。やっぱね、今までこうセクシームーブでガッて動かせてたのを、こっちはね、まあダブルトリガーやるときはやるんですけど、まあこうシングルでとかしか回すことができないので、F2L がね、もうバチクソ遅くてね、びっくりしますよ、ほんと。上のところが、まあ開けて見えるっていうことと、無駄な持ち替えが発生しないっていう、かなりいいメリットがあるので、ぜひね、やってみるといいと思います。おい。何これ。おい。回し方下手だな、しかし。おい。何やってんだよ。なんか、下手くそだな。俺がガンの12は使うの下手くそなんだよな。見ていただいた通り、めちゃめちゃなんか F2L がさ、ノロノロしてたでしょ。ノロノロしてたんだけど、なんかやっぱ無駄なこういう持ち替えとかがない分、あんなに遅いのに、まあそれなりのタイムで揃うんですよ。なので、まあこれが、例えばもっと、まあ、持ち替えをしないで F2L を組むっていうことが早くなれば、まあ当然タイムが速くなる。つまり、やっぱ早く回そうぜっていうところにつながってくると思うんですよね。なので、これね、結構いいんじゃねえかなって思うので、ぜひ皆さんやってみてください。これね、いや、いいんじゃねえかなって思うんだよね。おい、なにこれ。また J 好きね。こんな感じ。まあ AO100 のタイムはさっき見た通り今ひどいんだけど、でも結構ガーッと回し続けてないんで、ちょっとね、仕事が落ち着き次第、まあ2時間3時間ぐらいグワーッつって回していって、まあ多分ね、15秒後半ぐらいまでには落ちると思うんですよ。なので、ただね、最近ちょっとね、ガン、コーナーカットが私の回し方が下手っぴなんで、なんかやたら引っかかるような気はするんですけど、ガンの12いいなとか思ってちょっと使っているんですが、どうしてもなんかね、ここのね、回転の軽さが良くてですね、GTS2M が最近すごく良くて、こればっかり使ってるんですけど、トルネードのね、V2 の CH のやつがあるんですけど、あれね、ごめんね、これ余談。一番最初にさ、動画長くならないよとか言っときながら、結局ね、CH の、いや、持ってくればいいか。じゃあちょっと、皆さんね、キューブ大好きでしょ？キューブいっぱいあると楽しくなるよね。ちょっと持ってくるね。はい。このトルネードくんなんですが、ちなみにですね、私のこの平均の100のタイムを17秒までね、押し下げてくれたのはこいつです。でもね、結構案がいいかなと思って頑張って回してたんですけど、この子ね、ノーマルのトルネード V2 は、むっちゃ回転、ここの部分は軽いんですけど、CH のやつはね、なんかここの
ここの摩擦が超重たくて、すっごいね、人差し指のこの辺とかが痛くなるんですよね。で、もうなんかね、普通のトルネード V2 のやつに比べて CH のトルネード V2 ってなんかちょっと別のキューブなんじゃねえかっていうぐらい回転が重たくてですね、ここの摩擦が半端ないんですよ。いきますね。全力で U2 します。ちなみに磁石は最弱です。ギリギリ U2 みたいな。ういギリギリ U2 みたいな。なんかね、こうやってるとわかるんですけど、全く、エッジのマグネットの方に行こうとしないじゃないですか。要は、こうやって、ほら。普通なんかこうやってやると、こうやってカチッてこうやって行きそうなもんなんですけど、摩擦がむっちゃ強いんで、ちなみにこのバネの設定とか1とかにしてます。緩いやつにしてるんですけど、まあ、とにかくめっちゃ重たいんですよ、こいつ。なので、みたいな。ガンの11とか、この12とか13ってやっぱ素晴らしいなと思って。じゃあ、ガンちゃんですね。なんかもう余裕、もうここの摩擦のね、余裕がめっちゃ、ほら。これはもうコアマグネットが強烈だからね。まあこうやって勝手にいっちゃうっていうのはあるんだけど。まあだから一番わかりやすいのはこいつですよね。コアマグネット入ってないやつで、ここの摩擦が超軽くて、ほら、もういっちゃうんですよね、クイッツって。ここの摩擦が軽すぎるんで、軽くこうやってやっただけで、ふいってこうやっていっちゃうんですよ。こんな感じでいっちゃうんですけど。で、漢字の U2。ほら。ほらって U2 だったね。U2 だったね。U2 だったわ。ごめん、これじゃ伝わらないわ。すまん。これじゃ伝わらねえわ。とにかくね、ここの摩擦がね、むちゃむちゃ軽いんですよ。この子。初動が重い軽いだったら当たり前じゃないですか。だってマグネットがこいつ余計についてんだから、コアマグネットっていうので。なんだけどね、いや、こいつ回転が重くてね、とても使えないんですよね。残念で。これだったら、私はノーマルの V2 を持ってるんですけど、ノーマルの V2 とか、V3 はね、全部パイオニアまで持ってるんですけど、あいつらね、コアがもうダメなんで、2、3ヶ月使ったらコアが絶対ひび入って折れるっていうのが分かってる状態で使いたくないじゃないですか。なので、もうしょうがねえなと思って、倉庫版してもらってるんですけど、まあそんな感じで。結構ね、ガンの12いいなぁなんて思ってるんですが、おそらく今年のメインはずっとこいつになっちゃう気がしますね。あとは、さっきまで使ってたのはファルク3ですね。じゃあ最後、ファルクの音だけ聞いてお分かりにしましょうか。いきそうだわ。やべえわ、この音。何この金属音。割と遠くで回してる方が結構いい音すんだよな。この辺で。いやね、幸せになるよね、これ回してると。ステッカーレスもあるんです。私はステッカータイプの後に買ったんですけど、グーホン V4 のステッカータイプがすごく良くて、そっから XS のステッカー、11のステッカー、この子のステッカー、サンクラのステッカー、12のステッカー、っていう感じで、ステッカーむちゃむちゃ買いまくったんですよ。ちょっと久々に引っ張り出してきたのは、色が見えないのが分かっているけれど、ステッカーを引っ張り出してきたんですけど、まあね、この音はね、犯罪だよね。色が全然見えない。全く、入ってないじゃねえか。色がね、全く見えないのよ。それがいい。緑なくね？おい。何これ？ V パーム？A か。21秒、おっそ。音最高。ご視聴いただきありがとうございました。まったねー。